どうも、小池です。そして、マットショーです。今日はですね、やかましい金髪じゃないんで、本当に僕は安心してるんですけど、マットショーさんのことをちょっと知らない方のために説明しますと、都市伝説チャンネルをやられてる寺の方なんですけども、都市伝説界で言ったら知らない人いないですよね。どうなんですかね。まだまだですけど。ぜひ人気 YouTuber なんで、その概要欄からね、まだ知らない方は登録しに行ってみてください。はい、コラボで僕の出演した動画も出てますんで、ぜひ今日見に行ってほしいんですけど、はい、ただね、小焼きチャンネルを今日やってるということは、はい、ただの都市伝説ではございません。はい、今日どんなテーマで教えてくれるんですかね。今回はワンピースのイム様と都市伝説を掛け合わせたようなもので、どこにも出てない情報かなと思うので。すごくないですか。ワンピースはちなみに結構お好きなんですか。結構好きですね。はい、全然小焼さんとは及ばないんですけど、親より全然詳しいと思ってじゃあ話していきましょうかね。お願いします。はい、どこにも出てない情報なので、小焼きチャンネルのワンピースの参考になるかどうかはわからないんですけども、今後の考察材料にしていただけたらいいかなと思いまして、めっちゃ楽しみ。イム様といえばですね、ワンピースの世界で天竜人を超えて世界を裏で支配している王とか、つまりラスボスみたいなことで言われているかと思うんですけども、だって五老星でもひざまずいてるレベルですからね。そうですね、そんなイム様って結構いろんな考察、どういう人なのかっていうのがネットとかでされてると思うんですけども、例えばイム様だからなんか仏、イムの字で仏とか言われてたりとかですね、多いですね、そういうのもあったりとか、あると思うんですけども、日本ではですね、今でもさまざまな霊的な儀式が行われているんですが、急にこんな話なんですけど、霊的な儀式っていうだけでもね、なんかワンピースの世界から遠く感じるんですけどね。例えば天皇が新たに即位した時に行う大嘗祭っていうのがあるんですけど、新天皇と天皇の祖先と言われる天照大神という神が食事をする儀式を行うっていう儀式なんですね。天照大神って言ったらね、出雲大社とか伊勢神宮とかで。そうですね、出雲大社は違いますね。伊勢神宮ですね。伊勢神宮、天皇の祖先ということで、一番大事にされている神様だとは思うんですけども、その大嘗祭のその儀式でですね、荒田絵と呼ばれる麻で作った布を置いておくというものがあるんですね。この布は徳島県の剣山の近くに住んでいる三木家という家系が代々作って納めている布です。ちょっと三木家っていうのは、その一族しかやってないってこと？そうですね。それは和の国で言ったら光月家しかポーネグリフ彫れないみたいなもんですか？そういうことですね。その三木家しかその布は作ってない。そんな独占したことを一つのなんか一族がやることってあるんですか？あるみたいですね、儀式上では。嘘、すごっ。で、三木家だけか。その三木家の祖というか、その一族があるんですけど、それが太子一族であるインベ氏っていうんですね。そのインベ氏っていう字はイムにベでインベなんですね。嘘。これがイム様につながってくるのではないかというお話になるんですけども、このインベ氏っていうのは古代から裏で霊的呪術的儀式をしたりして日本を支えてきた一族なんですね。なのでインベって後に斎藤の際にベでインベっていう字に変わるんですけども、例えば葬儀場のことって斎場って言いますよね。斎藤の際に本当だ。なんでなの？あれはもともとそのインベ氏が葬儀とかを担っていて、後にそのイムっていう字から斎藤の際に変えてインベになったんで、それで斎場って言うんですね。すごい。そのように霊的儀式はインベ氏がやっていたと。ちなみに剣山の近くに住んでいると先ほど言いましたが、剣山はユダヤの三種の神器と言われるものが入った失われたアークというものが眠っているという都市伝説があるような神聖な、インディ・ジョーンズみたいな。そうですね、インディ・ジョーンズみたいな。なるほど。そういう神聖な場所ではあるんですけども、なんでユダヤの失われたアークがあるとされる剣山の近くにそのインベ氏が住んだのかっていうところなんですけど、そのインベ氏が作る古墳も作ってたんですけども、それが山形の古墳でピラミッドのような形なんですね。でまたピラミッドということで今度は古代エジプトに話が飛びまして、史上初のピラミッドを設計したと言われるのが神官のイムホテップっていう。イムホテップってあれハムナプトラに出てきた。あのクスナムーンというところうまくいかなかったやつでしょ。俺めっちゃ好きなんですよね。俺ハムナプトラちゃんと3まで見ましたよ。3急になんかエジプトじゃなかったからびっくりしたけどね。そうでしたっけ。そうなんだ。でイムホテップもイムがつくじゃないですか。ほんまや。マジっすか。なるほど。このイムホテップもピラミッドを設計したということで、ピラミッドって石じゃないですか。それで石工職人のフリーメイソンからは英雄視されてるらしいんですね。ちょっと今寒い棒がすごい。ペル肌がすごいですよ。
すごっ。それでよくあるピラミッドに目ってフリーメイソンのシンボルとかで知られてると思うんですけど、確かにね、お札にもね書かれてますね、アメリカもね。ピラミッドは当然エジプトですし、そのピラミッドに目の目もホルスの目って言われていて、ホルスはエジプトの神なんですね。なるほど。その日本のインベとイムホテップ、日本でもエジプトでもピラミッドのようなものを作り、祭祀を行うイムの名前がつく者たちなんですね。ワンピースでいうとエジプトがモデルなのはアラバスタですよね。まさにイム様ってビビの写真見て何か思ってる描写あります？てん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 。はい。あった。なんかしかも今アラバスタちょっと大変なことになってるチックの中でも原作に書かれてますから。そうですよね。それがまあ今回の考察と関係があるのかわからないんですけど、まあエエジプトっていうことでなんか関係あるんじゃないかなと。すごっ。そのエジプトからイスラエルを通って日本に来たイムの名の付く一族がインベシなので、イスラエル、つまりユダヤの失われたアークがある剣山を守っていたのではないかっていう話ですね。でまたイムホテップはメソポタミア出身と言われてるんですけども、メソポタミアの言葉でイムって鳥っていう意味で、インベの祖先はワシだともされてますし、同族にはカモの名前がつくカモシもおります。日本を裏で操っていると言われる秘密結社ヤタガラスもカラスがつきますけども、全て同じ一族が関係しておりまして、鳥の名前が全部ついています。すごい。イムというのはメソポタミア語で鳥という意味だとも考えられております。そしてイム様の目は何ですか？イム様の目はなんか輪廻眼みたいな。なんか鷹の目と一緒じゃないですか。はい、なってますよね。鷹も鳥ですよね。すごっ。そう、ミホークと同じ目だし、なんかズニーシャも同じような目してるんですよ。そうですよね。なんか輪廻眼みたいな、なんかシャリンガンみたいな。はい。すごっ。なんか鳥が関係あるのではないかっていうところですね。すごいね。はい。すごっ。ちなみにキングダムの真の国の旗にも日本の秘密結社と同じ3本足のヤタガラスの絵が描かれていたと言われておりまして、インベシは真も経由してきたんじゃないかと言われておりますね。むちゃくちゃ影響を与えまくってるよ。そうですね。1000万人ぐらいいるインフルエンサーだと無理っすよ、そんなん。めちゃくちゃ影響力ありますやん。そうですね、ありますね。それでイムホテップはトト神の神官と言われておりまして、アラバスタの皇座のお父さんもトトおじさん。トトや。あれは単純にまあそれをモチーフにして名前もらってるだけだと思うんですけども、すげえ。トト神は月の神でもあるので、イムホテップが月の神の神官ということは、やはりワンピースでエネルが言った月の謎とイム様は関係があるのではないか。すごいっすね。すごっ。結構考察してきました。めちゃくちゃ面白い。それでイムホテップは内科医としても優れていて、死後は医術と魔法の神として神格化されたんですね。そうなんですね。ハムナプターにとってるイムホテップは、なんかちょっとよくわかんないやらかしをしちゃって、ダンゴムシみたいな人食うやつにバーってやられて死刑になって。スカラベですね。そう、スカラベまあイメージしかなかったんで、ちゃんとしたお医者さん。そうですね。イムホテップとこのイムホテップが同一の人物かちょっとわからないんですけど、なるほど、名前だけ同じかもしれないですけど、そういった医術の神としてアスクレピオスっていう医術の神がいるんですけども、それと同一視されてるんですね。でそのアスクレピオスは死者すら蘇らせ神の座についたとされることから、不老不死であるとも考察されているイム様はやっぱりイムホテップから来てるのではないかと思ったんですね。ごめんね、何べんもハムナプタラの話申し訳ないんだけど、イムホテップも生き返ったからね、ちゃんと。そうなんですね。死者の都が生き返ってきたんで、生き返りが一個テーマになってる作品なんで、いやマジで面白いですね。そうですね、確かに一致しますね。一致します、これは。医者ということで、ワンピースでオペオペの実を食べた医者のトラファルガーローは、その能力で不老不死にできるというセリフがありました。これちょっとかなりこじつけになるんですけど、ローにはまたインベと同じイミナっていう隠し名が、ワーテル、イミナってそのイムと同じ字じゃないですか。なるほど。トラファルガー・ディ・ワーテル・ローですね。イミナにもイムという言葉が入っているので、間接的に関係があるのかと思って紹介してみました。なるほど。でも共通点それで多いですね。そうですね。でイムホテップが神の座についた医術の神なので、不老不死にすることができる医者であるトラファルガー・ローにはイミナがあるということが、これもイム様と関係がありそうですねっていうことですね。いや、あるね、これは。またもともと漢字は中国から来たものっていうことは皆さん知ってるかと思うんですけども、中国ではワンピースに出てくる天竜人の天という文字は日本と違って一画目が短いんですよね。そうなんですか。日本は上が長いじゃないですか。長いですよね。天って書くときに書き順が違って、工業の工って書いて下に人って書くんですよ。つまり工人。なるほどね。分割されてる。分割されてます。そうなるとその工人とは今回の話でいうと石工職人のことでして。嘘だ。すごくな
ない石職人といえば秘密結社フリーメイソンのことだと。いや、すごすぎる思うんですけども、はい、フリーメイソンのマークにはちゃんと定規とコンパスがね書かれて石職人であったことを表してますからね。はい、つまり天竜人がフリーメイソン、そしてその上にはイム様がいて、現実世界でもフリーメイソンのさらに上にイム様に相当する人がいるのではないか、それが日本のインベ氏と関係しているのではないかというお話ですね。なるほど、はい、今回のお話はイム様とローの秘密の鍵は日本のインベとエジプトのイムホテップにあるのではないかという話で、話は以上となるんですけども、コヤッキーさんの考察の役に立てればと思いお話しさせていただきました。決定ですね。イムホテップですね、こイム様イコールイムホテップ、まあなんか長いとんがりコーンみたいなやつをバッて外したらもうイムホテップそのまま出るハゲでしたっけ今。ハゲですかすごいですね。なんかよくね、小田先生もいろんな作品とか過去の文献とかから参考にすることがあると思いますし、それこそローなんかは、トラファルガーのね戦い、そうですね、言われるじゃないですか。はい、参考にすることあっても歴史と紐付けてっていうところがすごくミスリードしてんだなって思いましたね。はい、なんかイムって書いたらやっぱイとムのカタカナで仏、まあ実際にワンピースの世界では仏の戦国って言われてるような、人のみモデル大仏みたいなのもあるんで、まあ仏っていうものも存在するんだっていう、だから全ての上にいるんだってことをもしかしたら名前でミスリードをさせといて、実はこういう史実ベースのなんかすごい人だっていうのはありえそう。ありえそうですね。あんまり読者に読まれないような書き方してますもんね、小田さん。当てちゃいましたね。見つけちゃいましたね。見つけちゃいましたね。すごい、めちゃくちゃ面白いですね。だからアラバスタが今すごい重要になってくるっていうのはもうめちゃくちゃ面白いです。そうですね。これがありえそうですね。ありえそう。ぜひ頭の片隅に入れて今後の考察の役に立てればなと。ありがとうございます。なんとですね、今日はもう一本コヤッキースタジオこの後19時からも更新するんですけども、そちらの方でもねマットショーさんに来て都市伝説をお話ししてもらうんですけど、ちょろっと出たヤタガラスについてまだ僕たちも知らないこと多いと思いますんで、そこの深掘り動画を上げさせていただこうと思ってますので、ぜひ見てください。そして僕たちマットショーさんのチャンネルも出てますんで、ぜひ見に行ってくださいませ。はい、よろしくお願いします。それではバイバイ。すごかったです。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いですね。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル。